はい、皆さんこんにちは、ゆかです。これから私は夫と一緒に懐石料理を食べに行きます。懐石料理というのは日本の伝統的な和食のスタイルの一種です。で、今回はそのお店の中の雰囲気とか店員さんとの会話とかを紹介しようと思います。以前ね YouTube のコメントのところに高級なお店の会話を紹介してほしいというリクエストがありました。私も記念日とかね、何か特別な時とかにちょっと高級なお店に行くこともあるんですが、なかなかそういうお店でこうカメラを置いてなんか会話を撮影するっていう機会が今までなかったんですね。でも今日これから行くお店はこの撮影することに対してとっても好意的で、とっても大丈夫ですよっていうふうに言ってくださったので、今日は皆さんにそのお店の様子とか会話とかをご紹介します。では早速行ってきます。はい、じゃあお店にしました。末吉さんです。じゃあ入りましょう。ちょっと早いかもしれないけど入ってみましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。江口です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫です。はい、お願いします。店主の田中と申します。あ、田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊勢茶スパークリングって変わってるね。かぶせ茶。これは多分なんかあったかい。ボトルかな。じゃあこのボトル伊勢茶スパークリングのボトルにしても。すいません。伊勢茶スパークリング。はい。伊勢茶スパークリング。一回シェアする。はい、そうですね。お願いします。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。乾杯のような。ありがとうございます。こちらのかぶせ茶の。ほんまになんか最近こういうなんかボトルに入ってるお茶のドリンクって増えたよね。そうだね。中国語と英語といくつか言語対応しておりまして、こういう感じで説明が書いてあります。これ海外の方だとこれがいただけるみたいです。で、私たちも勉強になります。献立とで反対面にうんちくと言いますか、その懐石とはちょっとこう日本の方もなかなか知る機会少ないかもしれないですけれど、僕が三重県の出身というところで、その三重県の食材を使ってっていうようなコンセプトでやらせてもらっています。これ生産者の方の紹介の本になってまして、最初の表紙に書いてあるのが、ちょっとルーツといいますか、私の父が、田中末吉という名前で、その末吉という屋号のお店を、40年前に、私の地元の三重県の四日市というところで始めたというような話がちょっと小話ですけれども、書いてございます。で、その後の方のページはですね、生産者の方の紹介のページになっておりまして、今日もいろんな旬の食材、三重県の旬の食材、取り扱ってますけれども、そちらの紹介がですね、ちらほらと載っております。よろしければご覧になりながら、はい、ありがとうございます。お父様も今も父はもう引退をしておりまして、元気なんですけれども、お店自体はもう閉じてもここだけにそうなんですね。時々手伝いに。やっぱ心強い。心強いね。もう料理しかやってこなかった職人なので、逆に時々呼んであげた方が生き生きするという。確かに。そんな感じで1、2回。本当ね、親孝行。日本酒でご一本させていただきたいと思います。少しでしたら大丈夫ですか？はい、大丈夫です。手前のですね、赤いお杯とかひっくり返していただきまして、お手にお取りくださいませ。美味しい。なんかアルコールは弱いんですけど、お酒の味自体はそうです。キリッとした辛口のタイプの日本酒ですね。先付けのお料理でございます。ちょっと温かいお料理から始めさせていただきます。
こちらがですね、柚子釜に、入れさせてもらっているのが柚子味噌ですね。で手前には湯葉と、里芋、ご用意させてもらってます。わーっとこう、かけていただいて、で、絡めながらお召し上がりください。はい、ありがとうございます。これ水味噌買って帰りたい。非売品です。非売品です。売ってはない。これ好きなんですよ。美味しいね。まろやかに。そういうリーズの香りがして。こちらが水菜とそばの実、そばの普通はそばを麺にしますけれど、これ実の状態で使ってます。おひたしで仕立ててご用意してます。で真ん中が車エビのつや煮ですね。左側が、お魚鯛を使った、うま煮にしてご用意してます。で右手前がこちらくわいという、お野菜の一種ですね。まっすぐ上に伸びるので、成長するというようなことで縁起のいい、冬の野菜です。で真ん中が、干し柿の、クリームチーズを煮込んだものでございます。こちらの緑色のものがですね、チシャトウという、お野菜でして、レタスの仲間なんですけれども、見た目はアスパラガスみたいな形してます。そこの茎の部分ですね、を、酒粕でつけてご用意をしております。で左側手前が、長芋を雪輪に見立ててご用意をしております。で葉っぱはお飾りですので、食べないようにだけいただきます。冬らしい。雪は。このくわいって、揚げてる。素揚げしてます。揚げて消費しただけです。美味しい。今本当シーズン始まったところでして、非常にいい状態といいますか。ちょっとだけ苦味があるのが特徴なんですけれども、ちょっとこう、なんていうんですかね、奥行きのある苦味といいますか。食べ方始めたんですね、そうなんかお正月だと大体もう、ね、煮煮て物とかが、黄色くちょっと口出してそうですねやったりするんですけど、僕らもそういうやり方もあるんですけど、こっちの方が美味しい。揚げたてで食べてまた美味しいな。初めて食べました。美味しいですよね。すりおろした油に、卵白を合わせまして冬野菜と一緒にですね、蒸し上げてご用意をしております。一番下にはお魚の、ヒラメですね、ヒラメを入れて一緒に蒸し上げてご用意しています。一番上にわさびを乗せておりますので、ちょっと分けながらでぐちゃぐちゃに混ぜるよりかはちょっとこうなんていうんですかね、お出汁とその油の部分とちょっとすくいながら合わせながら召し上がっていただくとよろしい塩梅になると思います。ありがとうございます。調味料はもうお塩だけで。塩だけ。はい、お塩だけですね。この冬、僕らこの冬のごちそうって言ったりするんですけれども、一緒に冬野菜、根菜だったりとか、ゆり根だったりとか一緒に蒸させてもらってるんですけれども、冬野菜が持ってるこの甘みだったり、食感だったりっていうものを、この一品に収めるっていう。そう。でもプロほどシンプルな味付けって結構すごい。この冊子あるのいいですよね。なんか日本人でもなんかこうなるほどっていうちょっと見ながら裏テーマじゃないですけど、心って掲げてるんです。心の流通というふうにちょっと言ってまして、生産者さんの気持ちとか思いとか、美味しい食材の背景には結構哲学がやっぱりあるんですよ。なのでやっぱりそういったかっこいい生産者さんがいっぱいいるので、ちょっとでもお伝えできたらなっていう理由がやっぱ美味しいものだよっていう理由があるんですよ。そこのバトンを僕らがうまくつないできちんとお口まで届けるっていう感じをちょっと目指しています。わあ、また端正な端正な棒寿司を。棒寿司好きなんです。そうなんですね。大好き。僕違うか。三重県のブランドサワラと言ったらいいですかね。1
本ずつ洗浄液締めをして体脂肪系みたいなのがあるんですよ、お魚専用の。でそれで 10% 以上ついたやつだけトロサワラっていうタグが、つくというような、ちょっとこの、島なので、答志島という島なんですけれども、その島を挙げて美味しいサワラをさらに美味しく届けようっていうような取り組みをされておりまして、そこのサワラをですね、ちょっと寝かせながら締めながらっていうような形で16日間熟成させて今日はご用意させてもらっております。外側には高菜ですね、の漬物を巻いておりまして、中にいぶりがっこ、大根の漬物ですね、燻製したものが中に入ってます。コリコリとした食感もあるかなと思います。ちょっとお口が難しいかもしれないんですけど、一切れ一口をおすすめさせてもらっております。可能であれば。はい、ありがとうございます。美味しそう。It's a little bit big, but please try to eat one piece, one bite. 確かにトロだね。最初さ、魚が入って、いぶりがっこがポーンってシワーッと触る。最後触る。最後触りで終わるの。美味しい。お刺身のご用意ですね、伊勢マグロなんですけど、わらでこう、30秒ずつぐらいパパッとこう炙りまして、で特製の漬けだれにドボンとつけてご用意をさせてもらっております。わさび、お苦手でなければですけれども、割といつもより多めぐらいの感じで、嫌いでなければもう全部には使い切ってしまうぐらいの感じで召し上がっていただくのがおすすめでございます。Able to add tuna fatty taste and the soy sauce smoky flavor together. 今日本だけっていうようなところで、っていうのも僕らがそのフグの毒っていうのは、内臓ですね、基本的には肝だったりとか内臓なんですけれども、身の部分はないので、単純にこう綺麗に分けて、でそれをこうくっついたりしないように分けるっていうのが大事なんですけど、ただそれだけです。実は難しくないんですけれども、肝だったりとかの毒を、鍵付きの入れ物に収納しなければいけないので、例えば、変な話、誰かが悪用しようと思ったら、薬とかと全く一緒なんですよ。なので、その僕ら管理者は鍵をつけて、誰かが悪いことに使わないように、で別のゴミ回収業者を別の会社に除力っていうような形でやらなきゃいけないっていうような危険物扱いってことですか？そんな感じです、本当に。どっちかというとお薬とかが近いかもしれないです。医薬品とかちょっとその専門の医師がいないと買えないとか、それにような近いかもしれないですね。知らなかった。すごいです。コナンかなんかで見たの？まあね、知らない。コナンか聞いたやつか。幼少小学校ぐらいで。すみません。飲み物のメニューいただけますか？自家製のジンジャーエールだったり、クラフトコーラ伊勢のコーラ、そう、ジンジャーエール。一個ずつでいいです。お茶のかぶせ茶ね、でも美味しそうだよね。かぶせ茶にしよっか。じゃかぶせ茶を一緒に飲みます。一つじゃあジンジャーエールにして。はい、お願いします。C'est ce qu'on avait dit, les gens de l'hôtel. 綺麗。お口直しのご用意でございます。こちら大根をしそと、お酢で漬け込んだ、ものですね。上に散らしているのもしそを刻んだものと、しそのお花ですね。召し上がれます。召し上がれます。素晴らしい。唐揚げの後にこれ。とか、そういった形で
はい。手間かかってるね。やっぱり身に味わいがやっぱり変わってくると言いますか、甘みがあります。すごく甘みがある。まあ柔らかいんですけれどもっていうような、お肉を使って今日はまあちょっとこう冬の年末に向けてごちそう感あるすき焼きにしてみようということで、確かに年末感あるんですけどご用意させてもらいました。でお肉はですね非常にいいお肉なので、まあ、そのままなんていうんですかねこうささっとなので味が入りきってないです。なのでしいたけと一緒に召し上がっていただくというような構成でやらせてもらってます。しいたけに味含ませてますのでまあこうしいたけ巻くなり挟むなりしてもらって卵黄を絡めてその3つ一緒に召し上がりながらで時々この春菊がまあちょっと口直しみたいな感じで召し上がっていただくといいかなと。Grilled fish. Would you like to take a picture? I'm gonna open it. Grilled fish. 伊勢海老の具足煮というお料理でございます。まあ、具足煮というのがですね、まあ、この鎧とか兜とかの、まあ、いでたちといいますかそれに似ているというところから、まあ、カニだったりエビだったりとかの殻付きでちょっとそういった形でこう一緒に盛り合わせる時に使う言葉ですね。で、この真ん中が伊勢海老の身でして卵黄を絡めてさっと油で揚げてご用意しております。で殻からお出し取りまして白味噌を溶いてご用意をしております。まあ、おつゆと、まあ、その食材と具材とですね、まあ、合わせながら召し上がっていただくとよろしいかなと思います。麹の味がする。初めての感じ。砂糖とかみりんとかは一切使ってないんですけれども、まあ、自然な甘みですね。ありがとうございます。の卵を使ったお食事ですね。まあマスカなので、まあイクラと非常にまあ似ているんですけれども、まあ山のお魚、渓流のお魚ですね。で身もですね、まあちょっと炊き込みご飯みたいにちょっと混ぜて。炊き込んでご用意しています。でこれ皮ですね、パリパリにちょっと焼いてご用意しています。これができたの。すごいね。新鮮だからかな。これもあるんだろうね。デザート。アイスの中のご用意ですね。まあ、あんこと、三重県の牛乳を使ったアイスを、中に挟んでご用意しています。まあ、閉じて召し上がってください。はい。ミルクが美味しい。アイスが美味しいから。なんか練乳かと思うぐらい。なんかわー。なんか。やばいんだ。なるほどね。基本月替わりで献立をやってるんですけど、このデザートだけはちょっと定番で。あ、これはもう。これはね、すごいですよ。絶対もう一回食べたいと思うやつ。お客様が、まあ、なのでうちがね2つデザート出してるっていうのがありまして、1つは、まあ、毎月変えて、これは、まあ、ご期待にお答えしてというのが美味しい。すごい。濃厚なのに爽やか。そうですね。まあ、豆乳だったりを使ってるので、まあ、普通のなんていうんですかね、フォンダンショコラっていうものと結構バターとか、ちょっと美味しいんですけど、まあ、コースの最後だとこんなにじゃないかなみたいな。そうですね。卵とか豆乳とかなんで、まあ、なんですかね、もうふわっと、まあ、チョコレートの旨味とか、甘みとか、コクはあるんですけども、まあ、お茶の風味、楽しんでもらえたらな。美味しいね。ありがとうございました。お腹いっぱいになりました。はい、お腹いっぱいになりました。ちょっと海外の方向けに、はい懐石料理って何なのかとか、はいはいはい。あとはもう一個の懐石、はいって書く方の、まあ、英語で書くと全部懐石にそうですね、なっちゃうのローマで、字表記だと。ちょっと何が違うのかなっていうのをちょっともし、視聴者のあ方が簡単にありがとうできるので。そうですね、懐石料理っていうのは、まあ、基本的にまあ、和食の、まあ、日本のその伝統的な、まあ、フルコースのコース仕立てのお料理と
いうような感じになるんですけれども、2種類漢字があるっていうようなお話で、ちょっとこう混同しちゃうっていうところがあるかなと思います。で、その一つが懐の石って書いて、解析、というのと、合う方の解析、合う石と書いて解析っていう2種類あるんですけど、懐の方はもともとはお抹茶から来ています。抹茶の、茶解析。お茶の、そのティーセレモニーのための、お菓子が、デザートが出る、ことが多いんですけれども、それをさらにこう、おもてなしをしようということで、空腹状態だと、やっぱりこう、抹茶も楽しめないからということで出てきたのがお料理だったっていうのが、茶解析っていうものですね。で、解析料理はそのお茶が取れて、お料理だけ残ったっていう。でも、もともとはお茶があったので、それになぞった、お料理っていうようなところで、言われています。で、もう一つの合う席は、会食、誰かとお食事をする、誰かと会ってお食事をする席ということで、宴会のようなイメージですかね。っていうようなところで、イメージで言うと、もうちょっと大人数というか、そういったところが多いかなと思います。ただ、正直、今の、和食のお店で言うと、その、使い分けをするのは、厳密なルールはないかなと思っています。はい。ルーツはそういったルーツがあるんですけど、お店がどっちの方向で、コンセプトを立てて出したいかっていうようなところで、決めているところなのかなと思うので、正直厳密に、懐の石の、解析と、合う方の席の解析の違いはどういうところが違うっていうのはないかなと思います。今日なんかこのメニューなんですけど、この順番が違うとかそういうこともなく、そうですね。正直順番も茶会席は、茶会席だけで最初ご飯から始まるんですよ。はい。それは全然違うんですけども、合う方の席と懐の石の会席とっていうところは、順番はもうバラバラです。お店によってもバラバラですし、特にルールがない。最後にデザートと、その前にご飯が出るっていうのは、大体流れかなと思うんですけれども、特に順番はないっていう。はい。うちも変えます。月によって変わります、順番が。そうです。はい。そうですね。今日もなんか、お椀が最初に。そうです。あったかい、寒いからです。はい。そうなんですよ。そっか。じゃあ例えばレストランとか予約するときに、この懐の方の解析と合う方の解析で、料理の出てくるものが違うとか流れが違うとかってあんまりもう今は関係ない感じです。そうですね。どちらかというとコンセプト。お店が描いているコンセプト、お茶の席で、要は歴史的なというか、もうちょっとこう器にもこだわったりとか、その仕立てにもこだわったり、季節をどういうふうに取り入れようかっていうこんなところをフォーカスしているところは、懐の石って書いてることが多いかもしれません。確かにこちらのお店とかだと割とこうこじんまりとしたプライベート感がある感じで、一つ一つこう丁寧に出されるっていうような感じですね。はい。ありがとうございます。ちょっと伝わってたらいいなと思って。ありがとうございます。